皆さん洗車してますか？僕は月に2回ぐらい手洗い洗車してまして、これ全員が思ってることだと思うんですけど、洗車後の拭き上げって正直面倒じゃないですか。特にこういうタオルで拭くと一生時間がかかってしまうフロントグリルのところや、なぜかタオルでどれだけ拭いても翌日見たらサイドミラーの下からなぜか水が垂れてて水しみができてたことありますよね。そこでこれを使えば洗車の時間を大幅に短縮し、隙間から出てくる水しみ問題も解決できるとのことでポチったのがこちら、マキタの電動エアダスター。今回はこのエアダスターを使って果たして洗車の拭き上げ時間の大幅短縮になるのか、最近 SNS で流行りの風力最強の最強ブロワーと比べてみてどっちがいいのか実際に検証します。ってことで今回買ってみたマキタのエアダスター。このエアダスターはマキタの昔からあるこのタイプのブロワーよりも風力が強いそうなので、後ほど実際に測ってみます。箱を開けるとこれが一式入ってまして、この袋の中にエアダスター全体につけるアタッチメントが入ってます。アタッチメントについて簡単に紹介すると、これが布団圧縮に使うやつ。この掃除機のホースみたいなのをエアダスターの後ろに取り付けると空気を抜くこともできるようになるので、この平たいのと組み合わせて布団圧縮ができたり、ノズルを交換することで浮き輪の空気を抜くこともできます。また浮き輪に空気入れる専用ノズル、その他には吹き飛ばし用のノズルが4種類用意されています。この4種類の違いですが、先端の穴の大きさと形が違っていて、細いやつほど風圧が強いみたいです。あとは交換フィルターが入ってたり、この細長いチューブが入ってます。この細長いのはピンポイントで風出したい時に使うようで、キーボードとかカメラの掃除で便利だと思いますが、洗車では正直そんなに使うことないと思うので、この吹き飛ばし用のノズル4種類を使って洗車後の水滴を飛ばしてみます。それでは早速どれだけ水が飛ぶか実際にやってみます。まずはボンネットから。はい、思ってたより水飛びますね。体感マキタのブロワーよりも水飛んでるような気がします。というのもですね、こちらのブロワーの仕様をメーカーホームページで確認すると、風速が毎秒98メートルなんですが、今回のエアダスターはブロワーの約2倍の毎秒200メートルなので、風速は実際に上がってます。またブロワーだと全体的に長いので取り回しがしにくく、ノズルが長いせいでボディに当たって傷になる可能性もあったんですが、今回のエアダスターはほぼ電動ドライバーぐらいコンパクトで、ノズルも短いので気軽に使える大きさかなと思います。重さはバッテリーを含めて全部で約 1.5kg なので、ちょっと重たいけど片手で持てるレベルですね。次に一番大事なグリルの水飛ばし、実際に飛ばしてみます。はい、どうでしょうか。一瞬で水飛びましたね。ブロワーとの比較映像なんですが、これがブロワーで水飛ばしてると。これが今回のエアダスター。風速が倍なので水が一瞬で飛んでますね。さっきのボディは撥水コーティングの効果も多少あるので、水滴が綺麗に秒で飛んでましたが、グリルに関しては何も塗ってない状態で、それでもこのレベルで一瞬で水が飛びます。もしこのグリルをタオルで拭いてたら15分ぐらいかかるところ、エアダスターで水滴飛ばすと1分もかからずにグリルについた水滴が全部飛ぶので、洗車後の拭き上げ時間の大幅短縮が可能になります。今お見せした映像はこちらの風圧と風力の両方が強めの13番のノズルで水滴飛ばしたので、残りの3種類のノズルを実際に使ってノズルの形によってどれくらい水飛ばしに影響するのか検証したいと思います。まずは先ほどと同じノズル13の穴大きめのやつ。これが先端が飛び出てるやつ。これがワイドレンジノズル。最後に風圧が一番強い細長いこれ。4種類全部使ってみた感じ、洗車を想定して作られてるっぽい広範囲に風を飛ばせる作りのワイドレンジノズルは正直少し水滴が残ったりしたので、一番風圧が強いこの先に行くほど細くなってる7番のノズルを使うか、13番の穴大きめのやつ、この2つが洗車で使うならいいような気がしますね。どっちも使った感じ、洗車で使うならこの13番、これがいいと思います。それでは13番のノズルを使って天井の水飛ばしてみたいと思います。
はい。余裕で水飛びますね。おすすめのやり方としては、まずエアダスターである程度水を飛ばしてからタオルを使って拭き上げると時短になって、使うタオルの量も節約できるので、この使い方がいいと思います。ちなみに今使ってるタオルは最近ポチった It's Win という韓国のメーカーのタオルなんですが、このタオルがこれまで色々と洗車用品買ってきた中で一番いいと思うレベルで吸水力が抜群で、過去一で素晴らしいタオルなので、また近いうちにレビュー動画アップしますので、このタオルの詳細が気になった方はぜひこのタイミングでチャンネル登録お願いします。こちらのタオルとエアダスターを使えば洗車後の拭き上げがだいぶ早くなると思います。次にですね、マキタのエアダスターとここ半年ぐらい SNS でめっちゃバズってるアリエクの最強ブロワー。この2つを使ってどれくらい差があるのか検証します。これがマキタ。これが最強ブロワー。まあ見てわかるように最強ブロワーの方が正直だいぶ強いです。結構離れている場所の水も全く関係なく余裕で飛ぶし、最強ブロワーだと風を出すと手が後ろに持っていかれるぐらい風強いので、そのぐらいの差はありますね。映像だけだと分かりにくいと思うので、 Amazon で買うてきたこのメーター使って数値でどれくらい差があるのかお見せすると、今回のマキタのエアダスター、実際に測ってみると風速が153キロ、音量が115デシベルでした。これを僕が持ってる他の最強ブロワーと比較するとこんな感じになりまして、一番初期のこの最強ブロワーより数値上は強くなってまして、初期型の改良版のちょっと下ぐらいのスペックになってます。音量に関しては他の最強ブロワーと同じぐらい。数値で見ると115デシベルなんで、まあ同じぐらいなんですが、マキタの方はターボの音というか耳に響くような高音がないので、他のブロワーと比べても近所迷惑になるような高音はならないので、家の前でも洗車場でも気軽に使える音だと思います。ただ最強ブロワーの方はこの穴の大きさでこの風速なんで、どう考えても強すぎますね。タオルなしで全部水飛ばしたいなら最強ブロワーの方がいいかなと思いますが、最強ブロワーは海外製品なので耐久性とか安全面が不安なのであまり使いたくないって人結構いると思うんですよね。実際僕の動画のコメントでも日本製でこれぐらい強いブロワー出てほしいってコメントめっちゃいただいてたので、最強ブロワーまでは正直いかないですが、国産である程度強いブロワー探してる方はマキタのこのブロワーじゃなくてこっちのエアダスターがおすすめです。マキタのエアダスターにはこのモードと書いてるボタンがあって、これを押すと風力が4段階で調整できるので、使う場所によって強弱もつけれますし、トリガーを握る量でも風の強さの調整ができるようになっています。またトリガー握るとこんな感じでライトがついて照らしてくれるので、水垢や水染みになっていないかボディを確認しながら水滴飛ばしも可能です。ただこのライトなんですが、トリガー握ると絶対に光る仕様でスイッチでオフにしたりできないんですよね。そこが個人的に微妙やなと思いました。それ以外の機能としては、トリガーを握った状態でこの丸いボタンを押すとトリガーをホールドして風を出し続けてくれたり、こちらのボタンを押し込むとトリガーにロックをかけれたりと、全体的に使いやすい工夫がされています。電池の残量は交換式のバッテリーに交換残量が見える窓があるので、そこから確認も可能ですし、使ってて電池残量が少なくなるとこのライトが点滅して残り少ないことも教えてくれます。もちろんバッテリー交換式なので複数のバッテリーを持っていれば連続して使うこともできます。説明書によると1つのバッテリーで最強モードだとだいたい15分ぐらい、最弱の設定にすると55分ぐらい使えるそうです。まあ洗車であれば最強モードにして15分も使えれば正直十分なんで、このエアダスタがあればボンネットも天井もグリルも水の入り込んだボディの隙間の水も簡単に飛ばせるので、日本製で取り回しのしやすいブロワー探してる人はマキタのエアダスターがいいかなと思います。これだけの性能と便利機能で、さらにマキタの製品なので誰に対してもおすすめできますが、1点微妙なところがあって値段が結構高いです。今回ポチったエアダスター、これエアダスター本体単品が定価が税別 24,600 円、これだけでもまあまあいい値段なんですが、本体を買うだけじゃ使えなくて、マキタの 18V バッテリーとその充電器が別で必要になります。18V のバッテリーが 19,000 円、急速充電器が 16,900 円なので、全部定価で揃えると 60,500 円プラス消費税で 66,550 円になるので、本体だけでもまあまあ高いんですけど、バッテリーと充電器まで買わないと使えないので初期投資が結構かかっちゃいます。ただ一度バッテリーと充電器を買えば、今回のエアダスター以外のマキタの電動工具や掃除機とか同じ 18V バッテリーが使えるものであればバッテリーを使い回せるので、日本製にこだわる方はマキタ買っとけばまず間違いないかなと思います。ただこれはあくまで定価なんで、 Amazon で今言ったのを全部揃えると税込み 42,266 円と、定価で買うよりも約 25,000 円ぐらい安くなるので、買うなら Amazon か楽天で買うのが一番いいと思います。
楽天だと5のつく日がポイントアップとか、Amazon でも定期的にセールもあるので、その時に買えばお得に買えるかなと思います。ホームセンターでも買えますが、ネットで買う方が明らかに安いので、ネットで買うことをお勧めします。とこんな感じでマキタから出た新型のエアダスターをレビューしてみましたが、洗車の後の吹き上げに時間かかりすぎてる人世の中にめっちゃいると思うので、別にこのエアダスターじゃなくても Amazon で売ってるこの肝のブロワーとか、最近では最強ブロワーもアリエグだけじゃなく Amazon でも発売開始になったりと、ブロワーの選択肢だいぶ増えたので、何かしらブロワーを買って洗車の時間を大幅に短縮して快適に洗車してもらえたらなと思います。今回のエアダスター動画以外にも、洗車に役立つおすすめグッズ紹介とか、世界中の洗車のプロが使う、買って絶対に失敗しないめっちゃいい洗車用品など、いろいろと動画投稿してるんで、ぜひそれも見てもらったらなと思います。今回紹介したマキタのエアダスターは動画の下にある概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はリンク先から詳細を読んでもらえたらなと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると、下の画面が切り替わって少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということで、また次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。